皆さんこんにちは、こたつマニアです。今回は、カプコンのワイルドキッド。ロックマンを、ノマドスカルプトでコネコネ。レッツラゴー。今回も解像度300で、リメッシュした球体から、ドラッグツールを使って顔を作ってみますね。シェルマスクの多角形を使って、ヘルメットを指定して取り出します。上部、設定マスクから、高さやスムーズを指定。下へスクロールして、取り出すをタップすれば完了です。不要になったマスクは、すべてクリアで削除しちゃいますよ。シーンの追加から、球体をミラー。目を作ります。このまま顔とは別パーツで、目を作ってもいいですが、しかし、今回は、リメッシュして彼の顔と一体化しちゃいます。スムーズツールで結合部分を滑らかにします。キューブでまつげを作ってみますよ。プロファイルで断面を編集しちゃったりして、クリースツールで口を作ってみます。シーンの追加から、球体と円柱を選んで、ロックマンの耳当てを作ってみますよ。円柱は上部ツールバーの穴をタップして、パイプ状にします。ポイントをドラッグして大きさを編集しちゃいます。シェルマスクの長方形を使って、モヒカンを指定。ヘルメットと同じように取り出してみますよ。キューブでアレンジを加えちゃって完成かな？球体から、ドラッグツールを使って、体を作ってみますよ。
分割ツールでパンツを分割。操作の拡張を使って、ほんの少し大きくしちゃいます。また、スムーズを編集して角を丸くします。今回も、ノマドスカルプトは使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。各ツールの使い方は、以前の動画、タイトル、クラブなどをどうぞご視聴くださいませ。ブラシツールの原版で、腕や足の位置を決めますよ。レイズツールで腕を作ってみます。断面の半分をイメージして、一筆書きで画面をドラッグします。画面から指を離すと、自動で立体にしてくれます。あとはポイントを編集してより細かく作り込みますよ。完成した画面右の腕を、左にも複製してみます。シーン内の、腕のグループをクローンします。次にクローンした、腕位置をチェックして対象を選択。方法は、ワールドを選択。オブジェクトを反転の、X を選択して移動させます。シーンから一つずつ選択して、移動させていきます。球体から手を作りますよ。しばし、こねこね。間違って逆の手を作っちゃいました。腕と同じ方法で反転させちゃいましょう。
足も腕と同じように作ってみますよ。しばし、こねこね。6月9日は、ロックの日。おめでとう、すべての、ロックマニア。あんなに欲しかったゲームのはずなのに？とても難しくって、途中で諦めちゃったんだよなぁ。あれから随分時間が経っちゃったけど。久しぶりにあのゲームをしてみようかな。もちろん、私は頭の中を柔らかくしてね。お粗末様でした。